巨漢のドックでの開港と造船王の嘲笑。おい倉田、この20年落ちのモノ船を一体いつまで現役で使い続けるつもりなんだ。我が国のコジェドにある世界最大のドックならこんな代物は1週間もあればスクラップにして最新鋭の巨漢に作り変えてしまうぞ。建造スピードも規模ももはや君たちとは住む世界が違うんだ。時代に取り残された日本の造船所にはもはや鉄の寿命を延ばすために神主に祈祷でもしてもらうしか道は残されていないのか。なのに一つだけ不可解なことがある。なぜこの船の船底には富士壺の一つもついていないんだ。まさか日本人は航海中もダイバーを24時間潜らせてたわしでゴシゴシと磨いているのかい。そんな目に見える過剰な清掃にコストをかけるなんてビジネスとしてはあまりに三流だよ。これだからスピード感のない日本は我々に勝てないんだ。パクさん、そんなに大きな声を出すとせっかくの高級スーツに潮風が染み込みますよ。私たちは掃除などしていません。ただこの船が自ら海水を拒絶し常に自分自身の肌を磨き続けているだけなのです。海水を拒絶するだと？何をバカなことを。船が海を拒んでどうやって浮かぶというんだ。浮かぶのではありませんよ。私たちは空気の絨毯の上にこの数万トンの鉄を乗せているのですよ。世界一の建造量を誇り造船王の名を欲しいままにする韓国の有力船主パク。彼が動く骨董品と笑い飛ばした日本の古びた単価。しかしその喫水線の下には人類が数千年にわたって戦い続けてきた流体力学の壁を一瞬で無効化してしまう魔法のシステムが隠されていました。厚塗りの塗装で覆い隠すのでもなく巨大なエンジンで力任せに押し通すのでもない。日本人がたどり着いたのは空気の吐息で海をなだめ鉄の宿命である錆さえも封じ込めるという前代未聞の逆転劇でした。効率と物量で世界を制したと確信していたパクが目に見えない一粒の泡の正体を知った時、彼は自分たちがこれまでどれほど無謀に海へ挑みそして多くのものを浪費してきたかを思い知らされることになるのです。物理法則の支配から脱却し未来の海を優しく滑る生きた巨漢の物語。その驚愕の真実が今明かされようとしていました。パクが語る造船王国の自負。いいか倉田、ビジネスとしての造船において最も尊い価値は規模と速度だ。我が国のコジェドにある世界最大級のドックを見てみろ。数千億キロリットル級の最新設備の中で巨大な LNG 運搬船がまるで精密機械のように凄まじいスピードで組み上げられていく。大きく速く大量に。これこそが21世紀の海を制する唯一のルールなんだよ。日本のような一隻一隻に何十年も持たせるための細かすぎる工夫なんて現代ではもはや勝負のついた趣味の領域でしかないんだ。君たちの国がかつての栄光にすがっている間に我々は海の覇権を完全に奪い取ったのさ。効率と物量を追求し日本を完全に追い抜いたと確信している世界。パクの言葉は冷徹なまでの経済合理性に裏打ちされていました。彼らにとって船とは焼却期間の15年を走りきればそれで役割を全うする消耗品に過ぎなかったのです。しかしその眩しいばかりの最新という名の進行の裏側で日本のエンジニアたちは全く別の深淵を覗き込んでいました。彼らが執念を燃やしたのは作る速さではありませんでした。一滴の燃料1ミリの鉄板が海水の塩分と戦うその時間の密度をいかに極限まで高めるか。世界が誤差として切り捨ててきた目に見えない領域の抵抗をいかにして物理法則ごと書き換えるか。それは作る効率を優先する世界に対し日本が静かに守り続けてきた変態的ともいえるクラフトマンシップの真髄でした。見た目をきれいに保つために一体どれだけの清掃コストをドブに捨てているんだ。うちの船は圧倒的なパワーで海流を押し切る。富士壺ガツ港が表面が錆びようが巨大なエンジンで無理やり進めばいいだけの話だ。日本人は真面目すぎて本末転倒な場所に金を使いすぎなんだよ。そんな小さなこだわりでこの巨大なマーケットを生き残れると思っているのかい。パクが掲げる馬力という名の矛に対し倉田が用意していたのは摩擦そのものを消し去るという名の静かなる盾でした。パクはまだ気づいていませんでした。彼がバカにしているこの20年選手の選定が自国の最新鋭艦を決して到達できない境地へと誘う驚愕のシステムを秘めていることを。造船王の誇り高い理論が一粒の泡によって根底から崩される時はすぐそこまで迫っていました。20年選手の選定が新品同様の回。巨大なクレーンがうなりを上げ数万トンの鋼鉄の塊がゆっくりと海面から引き上げられていきました。
そこは日本の歴史ある造船所のドライドック。韓国の巨大ドックに比べればつつましく見えるその場所で、20年という長い年月、荒波に揉まれ続けてきた老朽タンカーが今その全貌を晒そうとしていました。パクは鼻をつく潮の香りと鉄の匂いの中で腕を組みながらその瞬間を待ち構えていました。彼の頭の中にはこれから目の当たりにするであろう無残な光景がすでに描かれていたのです。見ていろ、倉田。20年も海に浸かっていれば、どんなに丁寧に手入れをしていても無駄だ。船底は藤壺や海藻で埋め尽くされ、塗装は無残に剥げ落ち、鉄板はあちこちが虫食いのように腐食しているはずだ。それが海という名の過酷な現実なんだよ。エンジンの馬力だけで無理やり進んできたこの老兵が、どれほど深手を負っているか、君たちのおもてなしの心とやらが、この物理的な侵食の前にいかに無力か、その目で確かめるがいい。しかし、海水が完全に引き、船底の全容があらわになった瞬間、パクの口から漏れたのは、嘲笑ではなく、乾いた驚きの声でした。そこには、彼の想像を絶する異様な光景が広がっていたのです。20年経っているはずの船底、通常であれば、厚く堆積した貝殻や泥、そして赤黒い錆の斑点が支配しているはずの場所に、鏡のように滑らかで、鈍い光を放つ、完璧なまでの平面が続いていたのです。バカな、何かの間違いだろう。倉田、これは本当に20年前に浸水した船なのか？それとも、ドックに入る直前に海中で全身を塗り直してきたのか？1ミリの凹凸もない、藤壺一つついていないなんて、そんなバカな。海水という名の酸の中に20年も使っていれば、どんな棒音量も剥げ落ち、鉄はボロボロに朽ち果てるのが自然の摂理だろう。重力も化学反応も、この船の前では機能していないとでも言うのか？パクは震える手で、まだ湿り気を帯びた船底の鉄板に触れました。指先に伝わってくるのは、荒々しい鉄の質感ではなく、まるで最高級のシルクを撫でているかのような、滑らかで均一な感触。海水を吸って肥大化した貝が張り付いた後も、塗装を突き破って現れた錆の目も、どこにも見当たりません。それは、造船大国のトップとして数千隻の船を見てきたパクにとって、物理学の法則が根底から覆されたことを意味していました。パクさん、この船底の美しさは、私たちがたわしで磨き上げた成果ではありません。この船が航海中、一度も海水と握手をしていないことの証明なのですよ。海水と握手をしていないだと？ふざけるな。海の上に浮いていて、そんなことがあってたまるか。私たちはこの鉄の肌を、海水という名の死神から守るために、目に見えないほど薄く、しかし、絶対に破れない空気のベールで全身を包み込んだのです。それが20年、この船が一度も腐ることなく、誇り高い輝きを保ち続けてきた理由なのですよ。パクの困惑は至極当然のものでした。彼が信奉する物量と速度の理論では、劣化は避けることのできないコストであり、それを最小化するために厚い鋼鉄を使い、強力な塗料を塗るのが唯一の正解でした。しかし、日本人がたどり着いたのは、素材を強くすることではなく、素材がさらされる環境そのものを物理的に遮断するという、あまりに大胆で繊細なアプローチ。目に見える鉄の厚みばかりを気にしていたパクに対し、日本人は一粒の泡に船の運命を託していました。造船王が信じていた世界の常識が、日本の静かなるドックの中で、音もなく崩れ去ろうとしていたのです。連成抵抗を支配するマイクロバブルの衝撃。倉田は船首の底部、喫水栓の下に隠された一列の小さなノズルを指さしました。そこから噴き出しているのは、目に見えないほど微細な、しかし宇宙の星々よりも数が多い無数の気泡です。造船工学の権威として、彼はパクの目の前で流体力学という名の分厚い壁を1枚ずつ剥がしていくような理知的で冷徹な講義を始めました。パクさん、巨大な船が海を渡る際、その進行を妨げる最大の敵が何だかご存知ですか？それは波でも風でもなく、水そのものが持つ粘り気、すなわち粘性抵抗なのです。水の密度は空気の約800倍。この重く粘りつく液体の中を数万トンの鉄塊が突き進むとき、船体表面には境界層と呼ばれる水がまとわりつく層が形成されます。レイノルズ数という物理的な支配の下で、この粘り気が船体を引きずり、膨大な燃料を浪費させているのですよ。粘性抵抗だと？そんなものは造船のイロハじゃないか。だからこそ、我々は表面を滑らかに塗装し、巨大なエンジンの馬力でその抵抗をねじ伏せているんだ。それが近代造船の正解だろう？これまではそうでした。ですが、日本人はその重い水を力で押し切るのをやめたのです。私たちは、
船首底部から数ミクロン単位のマイクロバブルを放出し、船底全体を薄い空気の膜でコーティングしました。これはいわば、巨大なタンカーに高級洗顔フォームの泡で常にパックをさせているようなものですよ。パクさん、あなたの奥様が肌を守るために泡のクッションを使うように、私たちは鉄の肌と水の間に空気のクッションを割り込ませたのです。これによって、船体は水に触れることなく、空気の絨毯の上を滑るように進む。物理法則の檻から、船を解放したのですよ。水という密度の高い牢獄の中で、船体を空気という自由な層へ逃がしてやる。倉田が語るそのロジックは、パクがこれまで馬力こそ正義と信じてきた巨大インフラの常識をミクロの視点から完全に解体していきました。通常の船が海を切り裂いて進む破壊者であるならば、日本の空気潤滑システムを搭載した船は海と調和して滑る舞踏家のような存在です。気泡が船底にへばりつき、剥がれることなく後方へと流れていく。この泡をコントロールするという変態的なまでの精密設計を実現するために、日本の技術者たちは水槽試験を数千回数万回と繰り返し、気泡のサイズを1マイクロ単位で追い込み続けてきました。空気の上に船を乗せるだと、そんなの巨大なホバークラフトを作っているようなものじゃないか。だがホバークラフトはあくまで平らな水面での話だ。荒れ狂う外洋でたかが泡がその形状を維持できるはずがない。波に揉まれれば空気なんて一瞬で散らばってしまうだろう。普通ならそう思うでしょうね。ですが、私たちは船体周辺の流速分布を完璧に計算し、泡が逃げ出すよりも早く、次の泡が補給されるサイクルを構築しました。どれほど海が荒れようとも、この境界層の中だけは、常に穏やかな空気の聖域が保たれる。パクさん、私たちは海と戦うのをやめ、空気の絨毯の上を滑ることを選んだのです。それが、20年経っても1ミリも衰えない、この船の魔法の正体なのですよ。ナノ単位の泡が数万トンの鉄を支え、水の呪縛から解き放つ。パクの顔からは、先ほどまでの造船大国としての余裕が一滴も残らず消え失せていました。彼が誇る巨大なドックも最新の溶接技術も、この物理法則を書き換えるという異次元の発想の前には、あまりに前時代的な力技にしか見えなくなっていました。日本人は目に見える鋼鉄の厚みではなく、目に見えない気泡のカーテンに未来の海の覇権を託していたのです。錆という死神を黙らせる非接触の暴食。パクは信じられないものを見るような目で、なおも船底の鉄板を凝視していました。彼の常識では、船の寿命とは鉄の厚みと塗装の回数で決まるものでした。過酷な塩分と微生物が渦巻く海という名の戦場で、鉄が生き残るためにはより分厚い鎧をまとい、傷つくたびに塗り直すしかない。それが造船界の逃れようのない宿命だったからです。おい倉田、100歩譲って泡が摩擦を減らすという理屈は認めよう。だがこの船底に藤壺がつかず錆も浮いていないのは別の理由があるはずだ。空気の粒が流れているだけでどうしてこれほど完璧な表面が維持できるんだ。鉄という素材は水に触れた瞬間に死へのカウントダウンが始まる。君たちはこの船を真空パックにでも入れているとでも言うのかい。パクさん、あながちその表現は間違いではありません。科学的な視点で見れば、錆、すなわち酸化反応が起きるためには、鉄と海水の直接的な接触が不可欠です。海水は強力な電解質であり、鉄の表面と触れ合うことで電気化学的な回路を形成し、腐食を加速させます。ですが、私たちの船底を覆うマイクロバブルの膜は、その回路を物理的に切断しているのですよ。回路を切断するだと？船体と海水の間に、常に絶縁体である空気の層が介在し続けている。つまり、この船の鉄板は航海中、厳密には1秒たりとも海水に浸かっていないのです。直接触れなければ、酸化の魔法は発動しません。さらに、この微細な気泡の本流は、常に船体表面を優しく洗う生きたスクラブとしても機能します。藤壺や海藻の胞子が、安住の地を求めて船底に近づこうとしても、猛スピードで流れる空気のつぶてがそれを弾き飛ばしてしまう。住み尽くす気すら与えないのです。パクは自分の指先をもう一度鉄板に押し当てました。彼がこれまで世界一のドックで作り上げてきた最新鋭の船たちは、どんなに高価なボート料を塗っても、1年もすれば海水の浸食に悲鳴を上げ始めます。貝が張り付き、その根が塗膜を食い破り、そこから錆という名の癌が広がっていく。それを防ぐために莫大な費用をかけてドックに入れ、高圧洗浄と再塗装を繰り返す。
それがパクにとってのメンテナンスという名の聖域でした。しかし目の前の日本の船はその聖域そのものを物理学の力で無用なものに変えていたのです。あなたが信じてきた鋼鉄の厚みは、結局は死を先延ばしにするための時間稼ぎでしかありません。どれほど厚い鉄を使おうと、海水という電解質の中に放り込めば、いつかは朽ち果てる。ですが、私たちの泡は、鉄を海という腐食の檻から物理的に解放したのです。戦うのではなく、出会わないこと。それが、日本人がたどり着いた究極の防食理論なのですよ。泡で錆を防ぎ、摩擦をゼロにする。そんなの物理学の教科書を1ページ目から書き換えるような暴挙じゃないか。俺たちは海に挑み、その巨大な質量をエンジンでねじ伏せることばかりを考えてきた。だが日本人は泡一粒の挙動をコントロールすることで海そのものを味方につけてしまったんだな。倉田、私は自分が何を誇っていたのかわからなくなってきたよ。目に見えるシェアやドックの巨大さ、エンジンの馬力、それら目に見える強さを信仰してきたパクにとって、目に見えないほど小さな泡が成し遂げたこの偉業は、自分の人生を根底から否定されるような衝撃でした。日本人のエンジニアたちは力で海を支配しようとはしませんでした。流体力学の極致を追求し、水の分子と空気の分子が織りなす境界線の中に1ミリの妥協も許さない精密な設計図を書き込んでいたのです。造船王の誇り高き城壁は日本の静かなる泡のカーテンの前になすすべもなく崩れ去っていました。クジラが笑う静かなる鉱石。パクは船底を離れドックの傍らに腰を下ろしました。そこで彼は先ほどからずっと感じていたもう一つの奇妙な違和感の正体に気づきました。日本の造船所に響く作業音を除けば、この船の周囲には不気味なほどの静寂が漂っていたのです。なあ、倉田、さっきから気になっていたんだが、この船はエンジンの整備を怠っているんじゃないのか。あるいは動力が死んでいる幽霊船か何かか。うちのドックに並ぶ最新鋭艦たちは港に停泊しているだけでも腹に響くような重低音を響かせ、その力強さを周囲に誇示している。海を制する巨艦とは荒々しい方向を上げるものだ。なのにこの船はまるで深海で眠る魚のように音もなく気配さえも消し去っている。これでは力強さのかけらも感じられないな。パクさん、不気味に感じるほどの静けさ。それこそが私たちの目指したもう一つの到達点なのです。船底を覆うマイクロバブルの膜は摩擦を減らすだけでなく強力な防音液としても機能しています。エンジンから漏れ出す重低音、そしてスクリューが激しく水をかき回す際に発生するキャビテーションノイズ。それらの水中騒音を船底を滑る空気のクッションがスポンジのように吸収し、海中への漏洩を劇的に遮断しているのですよ。防音液だとたかが泡が数万馬力のエンジンの振動を黙らせるというのか。だがわざわざ音を消して一体誰が喜ぶというんだ。船乗りにとってエンジンの音は安心の証だ。静かすぎる船なんて気味が悪くて乗っていられないよ。喜ぶのは人間ではありません。この海を故郷とするクジラやイルカたち、そして海中の生命すべてです。パクさん、あなたの国の船は海に叫びをまき散らし、彼らのコミュニケーションや生存を脅かしていますが、この船は海と囁きを交わしているのです。私たちは、海を支配する王ではなく、海を通り抜けさせてもらう旅人でありたい。それが、日本人が船底に込めた静かなるおもてなしの形なのですよ。世界中で海洋環境の規制が厳しさを増す中で、多くの国がいかにして罰則を逃れるかという消極的な対策に追われてきました。しかし、日本の技術者たちが挑んでいたのは、海という生命の源に対する根本的な敬意の表現でした。騒音を消し、摩擦を消し、存在感を消すことで、海への負荷を最小限に抑える。効率という名の暴力で海を押し切ってきたパクにとって、その囁きの正体は、自らの傲慢さを静かに、しかし、断固として否定する聖者の説法のように響いていました。最新鋭の馬力を誇る韓国船が、海中の生命から恐れられ逃げ惑われる存在であるならば、20年選手の日本の老兵は、クジラたちがその傍らを悠々と泳げるほど、海と深く調和していたのです。パクの目には、先ほどまで古臭いと感じていた船体が、世界中のどの船よりも気高く、神秘的な美しさをまとっているように見え始めていました。30年後の資産価値が語る、真の勝者、最新鋭の韓国船が、就航からわずか15年で維持費の増大に悲鳴を上げ、ボロボロの負債へと変わっていく現実。それに対し、日本の船は30年経ってもなお、新造船に引けを取らない性能を維持し、
現役の資産として海を渡り続けています。この圧倒的な寿命の差こそが、目先の効率だけを追い求めてきたパクに突きつけられた最も残酷で動かしがたい事実でした。倉田、認めざるを得ないな。コストを削っているのは俺たちじゃない。寿命を捨て未来の価値をゴミ箱に投げ捨てていたのは俺の方だったのか。俺たちは15年で使い潰す船を大量に作ることで世界一の座に君臨したつもりでいた。だが君たちは一隻の船を30年40年にわたって最高潮のまま維持させるための目に見えないインフラを船底に築き上げていたんだな。パクさん、私たちは売り逃げるための道具を作っているのではありません。共に海を渡り、共に老いていく信頼に足る家族を送り出しているのです。そのためなら、1ナノメートルの泡の挙動を解明するために30年を費やすことさえ、私たちにとっては当然の投資なのですよ。世界シェアという巨大な数字の裏に隠されていた日本のエンジニアたちの異常なまでの執念。パクは、その一見すると非効率で、ある種の狂気さえはらんだ真摯なものづくりの姿勢に、魂を揺さぶられるような旋律を覚えていました。彼は、自分がこれまでバカにしていた日本の細かすぎる工夫が、実は地球規模の経済合理性と海への深い誠実さに裏打ちされていたことを痛いほど理解したのです。造船王が信じてきた偽りの覇権は日本の静かなる技術が生み出す気泡の海に跡形もなく飲み込まれていきました。見えない場所にこそ神が宿る。パクさん、日本人は古くから縁の下の力持ちというあり方を尊んできました。誰にも見えない船底という暗闇の中で1秒間に数兆回も弾けては消え、黙々と船を守り続ける気泡。誰かに褒められるためではなく、ただ誠実であるために働き続けるその一粒一粒こそが、私たちのものづくりの理想なのですよ。目に見える大きさや速度ばかりを追いかけ、見えない場所の悲鳴を無視してきた私が恥ずかしいよ。君たちは泡の一粒にまで神を宿らせているんだな。効率や利益という名の数字を捨て、素材の本質と向き合う道を選んだ日本の職人魂。ただの鉄の塊に空気の吐息という名の魂を宿らせる日本人の変態的ともいえる徹底した愛は、物言わぬ巨漢を海と共鳴し未来を切り開く不屈の守護神へと変えていました。倉田の穏やかな眼差しは、パクがこれまで信じてきた巨色の覇権を優しく、しかし圧倒的な事実の重みで包み込んでいました。未来の海を優しく滑る日本の知恵。今、日本初のこの泡の技術は、世界中の海運会社にとって過酷な環境規制とコスト競争を同時に勝ち抜くための唯一無二の救済策となりつつあります。燃料を削り、船体を守り、そして何より海に住む生命たちを傷つけない。一見すると非合理に見えた日本人のこだわりは、今や世界の海を走る全ての船が目指すべき究極のスタンダードへと昇華されたのです。倉田、私は帰国したらすぐに自社の検船基準を根底から書き換えるつもりだよ。これまではどれだけ大きく早く作るかということばかりを誇ってきたが、これからは一粒の泡にどれだけの責任を込められるかを競いたい。日本人が教えてくれたこの見えない場所への圧倒的な誠実さを私は一生忘れることはないだろう。期待していますよ。パクさん、海を支配しようとするのをやめ、ただ静かにその一部として通り抜けさせてもらう。そんな謙虚な技術がいつか世界中の海から摩擦という言葉を消し去る日が来ると私たちは信じているのですから。日本人の静かなる執念がいつか世界中の海から摩擦という苦しみを消し去り、青い絶景を永遠のものに変えていくのかもしれません。空気の吐息をまとい、クジラたちとささやきを交わしながら巨漢が滑る未来。その奇跡のような光景の邦画は今この瞬間も日本の静かなドックの中で音もなく育まれているのです。